しゃ。やばいやばいやばい。うい。じゃあね。皆さんスネコンシリーズを使っててお困りのこととかありませんか？例えばなんでサイズ90と130で止まってんねんみたいな、シーバスもっとハイシーズン使うサイズあるやろみたいな。はい、そんなあなたにこちらスネコン150出ます。こちらですね、ボディが大きくなっただけじゃなくて、いろんな変更点が入ってます。まずはこちらですね、貫通ワイヤー入ってまして、150サイズで C バスに、もちろん最高のサイズなんですけど、青物や GT にも使えるような仕様になってます。で、あとですね、プロトの時からだったんですけど、飛行姿勢がいいんですね。なんか130ってこう投げた時に空中でも S 字書いちゃうっていう、でそのせいでね、飛距離がなかなか出ないっていう弱点があったんですけど、150はある程度こうまっすぐした姿勢で飛んでくれるんで、今までねこうスネコンの弱点であった飛距離っていう面もこの150は多少解消されて、15、6センチのルアーでは比較的飛ぶ部類に入るんじゃないかなという印象です。で、こちらをですね投げる際なんですけど、できれば垂らしを長めにとって投げてあげると飛行姿勢が安定しやすいという、これも実際、皆さんこう購入されて投げられる際に意識してみてください。で、スネコンという、名前がついてるからこそ、この中のウエイトが1個も固定されてないんですね。スネコンシリーズ全部統一されてそうなんですけど、それによってこうやって握ってても止めようと思っても止まらないっていう。でもちろんこれが流れの中に入れば止まることはないです。要は常に動き続けてます。アップに投げようがダウンに投げようがずーっと動いてるんです、このスネコンは。でプラス動きが破綻しづらいですね、ダウンに入れても。あとはですね、スネコンこの重心が固定されてないこの音ですね。この音もこのランカーサイズが好きな音ですね、この音で。こちらスネコンなんですけど、主に使い方としては、一番スネコンが得意とする流す釣り、流れの中で糸吹けを回収するだけっていう、このこうやってスーって S 字書いてくれる流す釣りと、あとはストップ&ゴーですね。よく自分もなんかスネコンスイスイスーとか言ってインスタに書いたりしてるんですけど、それ要はストップ&ゴーです。こうスイスイスースイスイスースイスイスーってこう動いて抜けて動いて抜けて、この抜きの間っていうかがすごいこう魚に口を使わせる上で大事で、その間も130、めちゃくちゃ良かったんですけど、その良さを引き継いだ150サイズになってます。あともう一つが、水面直下のドッグウォークですね。普通のペンシルって風が吹いてたりすると糸吹け風に取られたりとか、ボディも水面に浮いちゃってるんで、どうしても風の影響をめちゃくちゃ受けやすいんですね。であと波も立ったら波でこうミスアクションを起こしたりとかっていうのが今まであったんですけど、こちら新ペンなんで水中に入ってます。なんでまず糸が張りやすい、ラインテンション保ちやすいで、多少波が出てもそんな関係ないです、水面直下なんで。なんで、例えば今すごいやってる方が多いこの白パターンの時の16センチとか18センチぐらいのトップを使った釣りでも、その釣りがちょっと成立しづらいよっていう状況で、このスネコン150の水面直下のドッグウォーク、こんな感じですね。ここが水面をするとこれを試していただけると、また新しい世界がねこう開いてくるんじゃないかなと思います。はい、スネコン150そうやって新ペンなんですけど、なかなかこう普通の新ペンじゃなくてかなり尖った新ペンなんですけど、それによってこう今までなかなか既存のものじゃできなかった、動きだったりとか使い方ができるような商品になってますんで、そちらも加えてこう実況動画の中で、操作とか、こういう状況ではこういう使い方がいいかもしれないっていうのを解説しようと思ってますんで、
どうにか魚を1本出ればいいなと思ってます。厳しい時期なんですけど、とりあえず1本取りに行きます。ちょうど潮止まりです。満潮のタイミングで今から下げ始め、その動き出しのワンチャンス狙いで闇磯に来ました。今はねこう潮がそんな動くタイミングじゃないんで、どうしてもねこのスネコンシンキングなんで、今日風がないんで多分ね水面近くを引いた方が反応はいいんじゃないかなっていうことで、なるべく足場の高いここに立って竿を立ててこう水面直下でゆっくり S 字を描くようなイメージで使っていこうかなと思います。この白パターンを制したいですね。スネコンを制するものはこの白パターンを制するっつって終わりたいどうしてもねスネコン自体そんなこうアクションのピッチが細かいルアーじゃないんで、ナイト向きっちゃナイト向きのルアーなんで、今まだ3月なんでそんなハイシーズンとかっていうシーズンじゃないんですけど、今後ね4月5月とか、秋のハイシーズン、やっぱこの白とか落ち合いが絡むシーズンになると多分相当大活躍するルアーなんで、このナイトでの流しだったりとか、このデッドスローで水面直下フラフラさせる釣りを今からその釣りで魚を出せたらなと思います。一回止めて頭の向きを水平からちょっと傾けさせて1、2ってグリグリって巻くとすごい綺麗に S 字書いて抜けます。動きが特にね潮が動いてる時だとその潮上側に頭が向いた時の抜けは狭いんですけど、潮下側に向いた時の抜けはふわって一気に大幅にスライドするんで、潮のね強弱があれば流れててこちら側がそういう操作を入れなくても勝手に流れに身を任せてスネコンが揺れて食わせどころっていうのが勝手にできてるんですけど、気づかないうちにほんと今ぴったり止まってるから、そういう時だけこっちでうわ当たった乗らんかった。今ね潮止まりなんで一応真っ暗闇ですけど、スローリトリーブとたまにちょっと早めのストップ&ゴーを織り交ぜながらやってます。場を荒らさない程度に投げていく、角度とかコースを変えながら。まだ流れが全然ない。これが流れ出してちょっと沖にスナメリが入ってきたらチャンス。キャスト、着水点ぐらいにそしたらこの城が食った。照らしていいよ、こっちは照らして。やばいよっしゃ、もっと照らしていいよ、明るくしていいよ、全然明るくしていいよ。よっしゃ、バレんなよよっしゃー、スネコン150、見てこの太さ。スネコン150、使い方的にはね今潮止まりなんでデッドスローで水面ちょっとフラフラってさせながら、たまにリール2回転ぐらいパパパって早巻き入れて一瞬スッて抜かすっていうね使い方で、これねスネコン150を制するものはこの白パターンを制するとかっこいい。熊本鈴木、そしてこれを釣らせてくれたスネコン150、ありがとう、マジでありがとう。やばいでしょこの太鼓。よし帰ろっか海にね。はい、あっちだよ、こっちじゃないよ、あっちだよ。はい、バイバイ、ありがとうね。今日風もなくて基本ベタなぎなんで、できるだけ水面に近いレンジを引きたいんですよね。
でこのショロパターンって基本上のルアーが多いんですけど、また当たったよ。レンジにうるさい。その水面に近ければ近いほどスズキってすごいレンジにシビアで、ほんとセンチ刻みでレンジを変えてやる必要があるんで、一応フックサイズを、細軸の、細軸じゃないか MH の1番に変えてます。純正は10なんですけど1番に変えて、闇磯なんでよりスローに水面になるべく近いレンジを引けるように、この磯に降りる前にフックを変えました。今がフィーモフックの MH の RB ですね。たまにこうやって速いリトリーブ入れてあげる。で動いてるか心配になる人は、これでも動いてるんですけど、このスピードでも一回止めて1、2って入れてあげる。そしたらスースースーってなるんで、そのスースーで抜けたタイミングのバイトが多いですね。で何やってるか分かんないっていうのも分かるんですけど、基本スネコンって説明でも言ったようにウエイトがそもそも1個も固定されてなくて、人がこうやってジーって持ってても中のウエイトは揺れちゃってるわけなんですよ。それがこのさざ波もある流れもある海の中で、動いてないわけがないんですよね。で、不安になる方への一言で言うと、人ってこの距離でルアーの動きを見てるけど、魚ってここで見てるんですよね。だから見てる距離も違うんで、意外と人が思ってる以上にルアーっていうのは動いてます。なんで本当それを信じて余分に出た糸ふけだけを回収する。で、その糸ふけのたるんでるところはルアーが将来通ってくる道なんですよ。だからその糸ふけの調節をしてあげるイメージ。リールで巻いてルアーを動かすんじゃなくて、リールを巻いてルアーが通ってくるこの道を自分が調節してあげるようなイメージで流していく。で例えばそこにブレークがありますってなったら、そのブレークラインに糸ふけを合わせてあげる。でそこにきれいにこう流していく。流すというとなんかね、ちょっと小難しいような感じになっちゃうんですけど、難しく考えなければ大丈夫です。でスネコンはね、リップがついてるわけでもないんで、ダウンに入れても動きが破綻しづらいし、よくねナイトゲームでルアーが動きすぎて釣れないっていうのがよくあるんで、その状態にも陥りづらいです。よっしゃ、照らして OK。 でかいよ。照らして照らして。ハーモニカよ。これもいいサイズよ。おいおい、こっち来い。多分本気食いしてますよこれ。ほら、よっしゃ。でっけえぞこれ。見てこれ、見てこの食い方です。今多分映ってたと思うけど、一瞬リトリーブをギュギュッて早めて動き抜いた瞬間ですね。はい、お願いします。めちゃくちゃいい魚、ありがとね。うい、じゃあね。パワフルだったよ。
ありがとう、助かったわ。こんな感じでそのスネコンのこの主戦場となるナイトゲームでの、使い方の解説動画でした。ご視聴ありがとうございました。